こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、綺麗で可愛らしいイラストですよね。雨のち晴れさんの作品で、タイトルは若草の一人遊び、原神よりナヒーダを描きました。シンプルな構図でキャラの存在感を出しつつ、神秘的な雰囲気をイメージしました。特徴的な服の文様や髪型、瞳の模様に少々苦戦しました。絵の完成度上げや透明感や引き込まれる感じを出すにはどうすればいいのか知りたいですとのことです。はい、まずですね、色がねすごく綺麗だなと思いました。結構緑色って難しい色なんですが、濁っている印象もなく、すごくね綺麗にまとめられている感じがしますね。この色感覚はなかなか持っている人少ないと思うので、自信を持っていいんじゃないでしょうか。でですね、今回どこを添削していくかなんですが、そうですね、僕がこの絵で一番気になったのは、あんまりナヒーダちゃんっぽい可愛らしさが出し切れてないっていうところでしょうか。確かにね、こういうね目の記号だったり、あとこのねエフェクトの記号だったり、あとは髪型とか装飾品を見ていくとナヒーダちゃんだっていうことはわかるんですが、なんか全体で見るとナヒーダちゃんその人っていうよりかは、ナヒーダちゃんのコスプレをしている人っていう印象になっちゃってるんですね。その原因がどこから来るのかっていうと、各パーツの大きさの違いと、あとね大枠のシルエットの違いから来ているように感じます。なので今回はそのキャラっぽい可愛さを引き出すにはどうすればいいのか、そして途中ですね、腕や手を立体的に描くのって結構ね初心者にとっては難しいポイントだと思うんですが、これ実は簡単に描く方法があるよっていうことについても触れていきつつ、添削を進めていこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、まずですね、作者さんが気にされている絵の完成度と引き込まれる感じをアップさせる方法なんですが、これですね、絵って水平垂直のラインが多ければ多いほどつまらない印象になりがちなんですよ。ほら、こちらのイラストもブランコのツタも画面に対して垂直に入ってますし、あと人物の入り方も画面に対してねほぼ垂直なんですよね。これだとちょっと窮屈な印象になってしまって、あまり見ている人が興味をそそられない、そういう絵作りになってしまっているんです。この印象を崩すには一番簡単な方法はこうしちゃうことです。はい、かなりね単純なことですね。下の角度を斜めに垂直じゃなくしてしまうってことです。もうこれだけで画面に動きが出てきちゃうので、これはねぜひ意識してください。はい、角度調整してぶつ切りになっちゃった部分があるので、少し書き込みますね。はい、こんな感じ。次に早速ですが顔の調整をしていきます。でこれですね、特に初心者にはありがちなことなんですが、顔と目、これをとにかく大きく描きすぎてしまうっていうのがあります。人間ってね、人の顔を主観的に捉える時に顔と目の印象をすごく大きく捉えすぎてしまうので、その印象をそのままに絵に起こしてしまうと、客観的に見た時にうわ顔と目でかすぎないっていうバランスになってしまうことが、これね雨のち晴れさんだけじゃないです。かなり多くの人がこうなってしまうんですよ。主観ではねこういう印象かもしれませんが、客観的に冷静になって改めてそのキャラを見てみてください。ナヒーダちゃん、体に対してもっと顔小さいと思います。こんな感じ。はい、まだね不自然さはありますが、だいたいこんな感じの比率ではないでしょうか。それと比率を調整するついでに顔と体の傾きも合わせて調整しました。変更前はですね、キャラの画面への収まりがストーンと一直線だったと思いますが、変更後はですね体に傾きが追加されたのがお分かりいただけると思います。これでさらに水平垂直が減って画面に動きが出ましたね。さて顔の調整に戻ります。これまた核心部分を最初に添削しちゃいますが、目の大きさですね、これももっと小さめにした方が自然になると思います。こうです。はい、このぐらいの大きさが自然なのではないでしょうか。結構ねちょっとした大きさの違いですけど、かなり大きな印象の違いにつながっちゃいますよね。
あと画面に引き込まれる感じをアップしたければ、目線を絵を見ている人とバッチリ合わせることです。こうですね。はい、これとこれ、これとこれ、微妙な差なんですけれども、見比べると違いますよね。もしかしたら作者さんは目を合わせているつもりで描いたかもしれませんが、意外とね、目って合っていないことがあるんですよ。特にこの画面に近い側の目、これがねポイントです。このイラストで言うと、向かって左側の目、こっちの目のこの白目の面積、この面積が足りないと、目線がこっちじゃなくてまっすぐ進行方向に向いているように感じてしまいます。なので目線をバッチリ合わせたい時には、この部分の白目の面積を増やすということを意識してあげてください。そこをね押さえれば OK です。あとはまつげを黒で描くと、これまた目が必要以上に大きくて強い目線に見えすぎてしまう場合があるので、もうちょっと印象を抑えたいなっていう時にはこうするのもありです。はい、目尻側のまつげに赤を足してみました。こんな違いがあります。こうすることで印象がちょっと柔らかくなり、目が大きく見えすぎてしまうことを避けられます。はい、目を修正したので、若干鼻と口の角度、そして輪郭も見直します。こんな感じです。特に輪郭なんですが、ナヒーダちゃんって見た目年齢がかなり幼いと思いますが、その印象がどこから来るのかっていうと、一つは顎です。顎がとんがっていると大人っぽく見えて、顎が丸っこいと幼く見えます。変更前はちょっとねとんがり気味だったので、少し大人っぽすぎたんですね。それをつるっと丸めることによって、もう少しだけ年齢を下げてナヒーダちゃんっぽい可愛らしさに近づけてみました。顔の中身についてはこんな感じですね。はい、ですがもう一個顔で重要なポイントとして髪の毛があります。髪の毛がね実は結構印象が違っているので、ここを修正することで一気にそれっぽさがアップすると思いますよ。まずはね、髪色です。はい、ナヒーダちゃん全体的に緑色な印象なので騙されやすいんですが、髪色はですね実はそんなに緑っぽい印象でもないんですね。ほらちょっとした違いですが、遠巻きに見るとかなり印象が変わりますよね。あとは髪の毛のシルエットも大事です。今のシルエットの印象ってなんかこういう半円形があって、でそこからこういう毛が飛び出ているような印象なんですが、ナヒーダちゃんの全体的なシルエットの印象って大まかに描くとこんな感じの印象だと思うんですよ。こんな感じ。これ違いが分かりますか？この部分ですね、この部分、このねくるっと巻き髪のところ、ここがあんまり添削前ではシルエットとして見えていません。これがですね印象の違いにつながっているような感じがしますね。ここを意識しつつ調整してみますね。はい、横髪はねこんな感じですね。あとここはキャラクターの印象にはそんなに関係がないんですが、さっき言った水平垂直を減らすという意味で、このサイドテールの角度、これをねちょっと見直してあげます。はい、こんな感じですね。ス
トンと下に垂らすんじゃなくて、ちょっとだけ横にたなびかせてあげると画面から水平垂直が減って、さらに面白みのある人の目を引き込める絵作りができると思います。さて次は体の調整に移っていきましょう。体はね、かなり頑張って描いたと思うんですよね。特に原神のキャラは装飾がすごく細かいですが、このね、腕輪のデザインとか、あとはワンピースのこの文様とか、ものすごく頑張って描いているのが分かります。雨のち晴れさん、素晴らしいです。ただね、ここに関しても全体のシルエットやバランスを意識するとさらに良くなると思います。特に違和感につながっているのはこのね、首周りの太さですね。これね、他の添削動画でも何回も言ってるんですが、そのくらい誰もがこうなっちゃうっていう注意ポイントです。首が太くなりすぎちゃうこの部分はこうします。はい、こんな感じ。特にデフォルメキャラはですね、首は細めに描いてあげないと肩幅と見比べた時に首太ってなりがちです。これはね、注意しましょうね。はい、首を修正したので、それに合わせて肩周りも調整してみましょう。はい、肩はですね、どっちかっていうと怒り型っぽく描かれていましたが、撫で型にしてあげるとナヒーダちゃんっぽい幼い印象になると思います。あと手で隠れているこの服の部分、ここについても一旦手を非表示にして形を調整していきますね。やってみます。はい、こんな感じです。ではね、この後別で描いていきますが、このね、手の下の隠れた部分もこうやって一旦描いてあげるとバランスを崩さずに描けるので、これがね、バランスを保ちつつうまく描くためのコツです。ちょっとね、隠れた部分も描くので面倒ですけど、ここぞという時には意識してみてください。さて、腕と手、ここがね、初心者にとってすごく難しいポイントだと思います。特にこの手前の腕はですね、画面に対してちょっと迫ってくるような角度に描かないと不自然になってしまう場合があるので、そういった角度がついた絵を描くのって感覚的にね、うわ難しそう、そんな角度で描くの私には無理って思ってしまいがちじゃないですか。でもね、それ完全に間違ってます。いいですか？立体的な腕と手を描くのなんて今から紹介するやり方で描けば超簡単に描けちゃうんです。よく見ていてくださいよ。まずね、一旦手は描かなくていいです。肘から手首までを一旦線を使わずに描いてみてください。こんな感じでね、色で描いていきます。できれば手首の断面、ここまで描いてください。はい、反対側の腕も描いていきますね。肘関節からこう伸びてきて、で手首がこの辺にありますよね。手首の断面もはい、こんな感じで描きます。手首の先がね、ぶった切れたような状態になりますが、気にせず描いていきましょう。そしたら今描いた手首の断面に今度は手のひらだけ乗せていきましょう。指はね、まだ描かなくていいです。手のひらだけ描いていきましょう。はい、こんな感じでね、手のひらを描いていきます。反対側の手のひらもはい、こんな風にね、描いていきます。指まで描かないとね、簡単でしょ？まだね、線は描きません。この次の段階でやっと指が生えてきます。ここがね、手のひらだとしたら指は1、2、3、4、あと親指がこの辺につきますね。ここからね、指が生えているはずですから、ここも線は使わずに指をイメージした細長い粘土がここからブニューンと生えているような、そんなイメージで生やしていきましょう。はい、ポンポンポン。はい、親指もポンと生えてきました。さあ逆側も描いていきましょう。指の付け根が1、2、3、4、そして親指がこの辺にありますね。そしたらここから細長い粘土を生やしていきます。ポン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 と、そして最後に親指が生えてきますと。
ほらほら、これだけですごく立体的な手に見えてきますよね。こんな風に線じゃなくて粘土細工をしているような感じで描くことで、実は立体的な手って、いや手だけじゃありません。ありとあらゆる立体的な造形ってこう考えて描けばもう何でも描けちゃうんですよ。やばいでしょ。はい、そしたらね、ここに線を描いていくだけです。ほら、めっちゃ簡単でしょ。さらに手首に巻かれている腕輪だってこの考え方で立体的に描くことができちゃいますよ。やってみます。まずは腕輪の大雑把な円柱形を描いていきますね。はい、例によって線を使わずに色面だけ粘土をね巻きつけるような感じで描いていきます。こんな風にね、厚みもしっかりと意識しながら断面を描いていきますね。はい、でね、だいたい大きな立体の塊ができたら、そこから細かい装飾を削り出していきます。腕輪の真ん中にあしらわれている装飾を描いていきますね。まずは腕輪の真ん中に帯状の穴が開いていて、はい、こんな風にね穴が開いています。そしたらその中に丸い文様がくっついています。はい、こんな風に丸丸丸と。でその真ん中にさらに穴が開いていて、でそれが草っぽい装飾になっているという感じで装飾を描いていくんですね。大雑把な形ができたら線を描いていきます。はい、立体的な腕輪が簡単に描けちゃいましたね。どうです？難しい、無理って最初は思っていたかもしれませんが、これ見ると描けそうだって思いませんでした？描きたくなってきたでしょう。さあ最後にあやとりの紐も追加していきましょう。はい、これはね、紐を指に引っ掛けるだけなので簡単ですね。はい、そして最後に背景です。背景はね、そんなに添削するポイントがあるわけではありませんが、ちょっとした処理だけで大きく印象が変わる部分なので注目してください。このイラストですね、実は最初に見た時にちょっと暗い印象があるなと思いました。暗い印象があるっていうのは別に色が沈んでいるとかそういうわけじゃなくてですね、この絵の上の部分が暗くて下の方が明るくなっているじゃないですか。で最初に言ったように、このツタによって垂直のラインが強調されていました。上が暗くて下が明るい、そして垂直のラインが強調されている。この条件が重なるとパッと見どう見えるのかっていうと、漫画でよくあるこういう表現ってあるじゃないですか。なんか悪いことあった時にこうガーンとかドヨーンとか、そういう気分が沈んでいることを表す記号表現、これを思い出させちゃって暗い印象になっちゃってたんですよね。それを避けるためにはこうするといいでしょう。はい、逆に上を明るくしちゃう。で差し込む光も垂直じゃなく斜めから差し込んでくる感じにして、ガーンってニュアンスから離してあげる。こうすることで一気に雰囲気が明るくなりましたよね。さあ書き込んだ光に合わせてエフェクトも追加していきましょうか。はい、今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？大きくはね、書き換えたわけではなくて、大きさのバランスを整えることに終始していた印象だったと思いますが、最初と最後見比べるとこのぐらいの印象の差になってしまいます。すごいでしょ。今回は原神のナヒーダちゃんのイラストのそのキャラクターっぽい可愛さを引き出すにはどうすればいいのか、そして画面に引き込むような工夫をどうすればいいのかについて解説してきました。まずは全体の画面作りとして、水平垂直のラインが多いとちょっ
と窮屈な感じになるよということをお伝えしました。これはね、ブランコのツタの角度を変えたり、あとはキャラクターの角度をつけることによって簡単にね解決することができます。そしてキャラクターの顔ですね。特に初心者の方は主観的な印象だけで描くと顔と目が大きくなりすぎてしまう傾向にあります。一旦冷静になって客観的にそれぞれのパーツの大きさを比較していってみてください。はい、髪の毛のシルエットも大事でしたね。それだけでかなり印象が改善できると思いますよ。本日の添削は以上となります。そして最後にお知らせです。来月角川さんより出版予定の書籍イラスト仕上げプロ技辞典が予約開始しました。絵の見栄えを良くするにはどうすればいいかっていうと、最終的な絵の仕上げでどれだけ違和感をなくしたり効果的な加工や演出を加えることができるのかにかかってくるんですが、そんなテクニックをなんと120個以上ドドンと紹介した大盤振る舞いの書籍です。絵を描いてみたんだけどなんか物足りないんだよなっていうことって多いと思うんですよ。そんな時にこの本をパッと開いて、この仕上げテクニック使ってみようって思ったら即試せるっていうまさに速攻テクニック集になりますので、ぜひ気になる方はご予約いただけると嬉しいです。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。